皆さんこんにちは。南オーストラリアはアデレードからアラフィフ生活をお送りしているマミリーランドのマミです。アデレードの冬の魅力たっぷりと、そしてアラフィフが思う今の自分の幸せとは。こんな感じで、まだ暦上冬になって1ヶ月ほどしか経ってないんですけれども、こんな天候をすでに体験したんですね。そんなアデレードの冬でも、たまに見せる晴れ間があったり、その他にも楽しめる場所やイベントなどがあるので、今日は私が今のところどのように冬を楽しんでいるのか、どんな場所に訪れたのか、それを少しお見せしたいと思います。まずこれは暦上は冬になる前のイベントだったんですけれども、テイスティングオーストラリアというイベントに行ってきました。これは毎年秋の終わりから冬にかけてこの時期にあるイベントで、私たちが今回行ったのは無料で入れるスペースにフードブース、ドリンクブースがあって、アデレードからよりすぐりのお店がポップアップとして軒並んでいます。私はなぜかこのイベントが好きで、毎年とまではいかないんですけど、割と参加している方やと思います。このイベント期間中は本当にここだけではなくって、それぞれのレストラン自体でテイスティングオーストラリアと称して他の方とコラボをしたり、その期間限定のメニューを出したりと、いろんなねイベントを行っています。この日の夜は冬の始まりを感じるほど寒くって、ダウンジャケットがね必要なぐらいでした。外でのイベントなので至る所にファイヤーピットがあって、こういう雰囲気がね大好きな私にはとっても楽しい夜になりました。やっぱりこういうイベントなんで価格設定が高めなことを除いてですけど。これ金柑？銀なんかめっちゃいっぱいなってる。みかん？みかん？そして私にとってのアデレードでの冬の風物詩といえば、もちろんワイナリー巡り。かわいいな。ワインが飲めないという方でも雰囲気は絶対に楽しめると思うぐらい、ワイナリー巡りは本当に素敵で楽しい。そして何よりも女子会にはもってこいなんですね。素敵な景色と美味しい料理、そして美味しいワイン。同じワインの種類でもワイナリーによっても全然味が違うので、いろんなワイナリーに行って好きな種類のワインを試していくのもまた楽しい。そしてクリスと行くのもいいけど、少しおしゃれして女子会ランチ、これがね最高に楽しい冬の時間なんですね。いいやん、このビューよ。バブってるでこれ。すごいバブルがすごいもん。見て。チェーズ。チェ
ワイナリーなら雨でも楽しめるし、暖炉があるワイナリーも多いので、寒い日でも室内で暖炉の暖かさを感じながら飲むワインもね、これまた素敵なんですね。ぜひアデレードにお越しの際にはワイナリー巡りを体験してみてくださいね。ほんまにおすすめです。そしてイベントやワイナリーだけが魅力のアデレードではありません。アデレードには本当に自然豊かな素敵スポットがね、たくさんあります。まずやってきたのはアデレードにある三大ボタニックガーデンのうちの一つ、私が住んでいるアデレードヒルズにあるマウントロフティボタニックガーデンというところにやってきました。ここは紅葉スポットとしてめちゃくちゃ有名で、もう本当に紅葉の時期はもうアデレード各地から人が集まってここの紅葉を見に来ます。私がね来たこの日はもう紅葉はほとんど終わってたんですけれども、ここがねその有名スポット。どうですか？これが全部紅葉と思ったらめちゃくちゃ綺麗な景色になると思いませんか？私は今回3キロのコースを選んで歩いたんですけど、約1時間ぐらい歩きました。その中でたった1時間で、さて私は何匹のカンガルーと遭遇したのか、一緒に見ていってみましょう。まず1匹目。今回はたった3キロのコース歩いたんですけど、ここからかなりの上り坂が続きました。なので、すっごいね、汗をかいて、それもね、気持ちのいいね、汗をかくことができました。この日ね、実はね、突然歩きに行こうって朝決めたんですよ。この日起きたらね、晴れ間が広がってたんですよね。そしてなんか思ったのが、歩きに行こう。一人で歩きに行こうって思ったんですね。私この時まだ少し紅葉色残ってるなと思って、それを撮りたくてねずーっと撮ってて、この手前にね実はカンガルーちゃんが1匹いたのね、気づいてなかったんです。まだこの時いたの。こんにちは。こんにちは。後ろにもいる。残念ながらこの場所は犬は連れてこれないので、ペットたちはね家の中に置いてきたんですけれども、ここをね歩きながら思ったことがありました。オーストラリア生活もね10年以上続いて長くなってくると、もちろんこの生活に慣れてくるわけなんですけど、それでもやっぱり40年住んだ日本と比べてしまうことは多々あります。日本で生活していた頃、特に看護師をしだしてからは本当にね塞ぎ込むことがめっちゃ多かったんですけど、今思えば本当にこうやって気軽に行けて、こんな自然にあふれた場所っていうのがあんまりなかったなって思いました。実はこの時本当にいろんなことがあって、めちゃくちゃ塞ぎ込んで家に閉じこもってたんですね。珍しく1週間2週間ぐらいかな。ここ数年で一番塞ぎ込んだ時だったんですね。で今回晴れ間を見て外に出てみよう。でこういう場所がすぐ近くにあるっていうことを本当に恵まれてるなって思いました。
だってこの日たった1時間歩いただけですけど、この自然に触れてこの空気を吸っていっぱいカンガルーちゃんに会えて、歩き終わった時には本当に体の程よい疲れと、そして頭の中のもやが晴れていました。自然と前向きな考え方ができるようになってて、次の日もね、休みだったので、明日も晴れだったらまた歩きに行こう、また別のところに歩きに行こうって思いながら帰ったんですね。これはね、あくまでも私個人の意見ですけどね。私は日本でも割と都会の方に住んでたので、なかなかこういう自然な場所で行くのは難しかったのは事実です。田舎の方に住んでて自然がすごく身近にある方だったら、ここまで違いをね、感じないかもしれないですけれども、私は本当に今日ね、そう思いました。ただ、日本は今、熊被害が本当に大変なんですよね。なかなかこういう山の中一人でハイキングっていうのはかなり厳しい状況なのかなと思います。一日でも早く皆さんが安全にまたハイキングできるような状況になったらいいなって私も思っています。はい、そして次の日、昨日の一人ハイキングが楽しすぎて、帰りながら次の日はどこに行こうと思って考えながら、やっぱり今日は絶対に犬たちを連れてきたいなと思ってたので、犬も来れるウォーキングスポットにやってきました。犬が2匹になってから難しくなったこと、それは犬2匹を連れて一人で散歩に行くことです。こうやって車で連れてきて犬も歩きやすい場所に来る分には全然いいんですけど、やっぱりなかなか毎日行けないし、かといって田舎暮らしの家で散歩をしようと思ったら、もう家のね、敷地内を出たらもうどの家にも犬がいるので、一歩敷地内を出たらもう隣の家の犬がまず吠え出す。すると10軒先ぐらいの家までが一気に吠え出したりして、田舎暮らしなので皆さんほとんど外飼いしてるんですよね、犬を。だからもう犬の大合唱、そして空がもう引きずり回されるぐらいすごい勢いでその犬たちの方に行こうとするので、田舎暮らしをしだしてからは家の周りの散歩は私一人ではもうできないんですね。でも今日は頑張ってこの場所で2匹を散歩させたいと思います。昨日は日本にいた頃といろいろと比べて考えたんですけど、今日はクリスと出会う前の自分の生活と比べながら歩いていました。クリスと出会ってもう5年ほどになりますけれども、その前の私といえばほんまに自由気ままに過ごしていました。毎日が自分のためだけに使える時間。一人身なので基本的に土曜日は全部働いていましたし、日曜日の休みは絶対どっかに出かけて家にいるなんてことはほとんどなかったです。そして空が来てからは特にもう基本的に空を連れて行けるところを探して、たくさんいろんな場所を開拓してアデレード中を駆け回っていました。1時間半ドライブして空と歩きに行ったこともあります。よく知らない田舎道もたくさんドライブしたり、節約のためにお弁当を作って持って行ったり、一人と一匹でパブに行ってランチとビールを楽しんだり、たくさんいろんなことをしました。すべてが自分で作れる自由な時間だったわけです。そして今はクリスと出会って、クリスの大家族の一員になれて、自由とはまたかけ離れた時間を過ごしているけど、また違う幸せもたくさんもらってる。確かに自由な時間は減ったなと思っていて、だけどそれが苦にはなってないんですよね。今日はあんなことしたいなと思ってても、子供たちや家族に何か頼まれたり問題が発生したら、やっぱりそっちを優先しなくてはならないけど、別にそんな生活が嫌とも全然思ってないわけです。オーストラリアに来てから一人身だった時に一番不安だったのは、私の身に何かあった時に誰を一番に頼ればいいか。そして今の私は自分がどこかに所属しているっていう安心感があるんですね。うまく言えないけど、ここにいてもいいんだよっていう安心感。それは一人身の時には感じることができなかった安心感なんですね。その安心感と引き換えに自由を失ったと思ってるわけではないんですけど、何かを得るには何かを諦める必要もあると思ってます。
長いね。長かったね。それはオーストラリアで永住権を取った時も同じ。これからはここで生きていく権利を得たと同時に、日本に住むことを諦めた、捨てたということでもあるかなと思って。別に日本に帰ってまた日本で生活することもできる。クリスと別れてまた独り身に戻ることもできる。選択肢はあるけど、私は今自分が選択してきたこの今の生活がやっぱり好きだなって思います。自分で開拓して選択をしてきて、やっと今の自分の場所を見つけれた。そこにたどり着くまでには50年という年月がかかったわけですけれども、それでも待った甲斐があったなって思うほど今の生活が大好き。そして選択肢があった自分自身もラッキーだったなって思いながら、改めて自分の人生を振り返ってみました。このアデレードでの寒い冬の時期、貴重な自分時間を利用して、今の自分の生活の中で私がどんなことを幸せと感じているのかを改めて考えることができたので共有してみました。幸せの形は人それぞれですよね。皆様が幸せと感じるときはどんなときですか？今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。バイバイ。Anywhere you want, yeah, I'm yours, and now we're singing.